今日はコストコに来ました。コストコで売ってる韓国の食品を買って、これから面白い焼酎を作るから、それをためにコストコに来たんですよね。それであと今日ローストチキンも買って、韓国チキンのソースを作って食べるまで今日やるんで、今日の動画も楽しみにしてほしいです。中に撮影禁止なんでカメラここで切ります。じゃあこれで買い物が終わって、やっぱりコストコって言えばこの食べ物ですね。これちょっと少し食べてスタジオに戻って説明しますね。何を買ったかっていう。これ見るとこれ180円だったかな。これはホットドッグ、アメリカンホットドッグ、パンとソーセージしか入ってないんですけど、これはトッピングチー油。これやっぱりこのぐらいかけないと何の味もしないから、これってこのぐらいかけてほしいです。これですね。アメリカンスタイル。あとピザ変わりましたね。チーズピザがなくなってペパロニピザに変更されたらしいですよ。コストコに来たらやっぱりこういうのを食べないとコストコ来てる感じしないんで。ビクンバ、これはプルコギが入ってるから買ってみたんですよ。前食べたことあるんですけど、前そんなに美味しく食べた記憶はないけど、とりあえず今日これプルコギが入ってるからこれですね。これ이거 미국 맛. 미국에서 먹는 맛. 짜잔. 아, 이때来ましたよ、コストコ。今日はコストコで韓国の商品をほぼ買ってきたんですよ。何を買ってきたかというと、まずこちらは海苔、韓国海苔ですね。韓国の会社から出てるヤンバンギム。あとこれは韓国の会社のものではないけど、マスタード、蜂蜜ですね。ベストマヨネーズ、これはアメリカのブランドです。これは何で買ってきたかというと、この鶏チキンですね。これがめちゃくちゃ安いんですよ。798円。今日すぐどうやって食べる方法ですよね。美味しく食べる方法を説明したくて、これ3つ買ったんですよ。これ3つで韓国式のハニーマスタードソースを作るんですよね。これで、これは僕も食べたことのない、今日初めに見たんですけど、これは試しで後で食べてみようかなと思って買ってきたんですよね。あとこれはチヂミの粉。これは皆さんがもう今あっちこっちでも売ってるからこれは知ってると思うんですけど、これは餃子、韓国の会社から出てる餃子、チョルミョン、これチョルミョンですね。これからショツをアップグレードするんですよ。それで紹介します。あとこれラッポッキー、これもショツで食べる方法、作る方法紹介しますね。僕は家でもこれ使ってるんですけど、これめちゃくちゃ美味しい。これは僕からのおすすめ。用意できれば用意した方がいいと思います。プルコギのタレなんですけど、これもショツで紹介します。あとこれは冷凍のチキンなんですけど、これは冷凍のチヂミ。これも一応買ってきたんですよ。味見したくて、味が気になるから。うちもキット作ってるから大手の会社のキットで比べたいんですよね。あとこれはもうチャンジャですよね。料理も今度ショッツで紹介します。もう知ってる方はたくさんいると思うんですけど、一番美味しいお菓子、僕の中ではこれは買うべき。あとこれは冷麺ですよね。前動画で冷麺作り方紹介したんですけど、これも今度ショッツでまだやりますね。あとこれはトルティーヤ。これは今日このチキンを使ってトルティーヤを作ります。シーズニング塩、これカリック塩。これをなんで買ってきたかというと、僕最近すごくハマってるのが骨付きガルビをすごい研究してるんですよね。でそれも動画で紹介するから、今日の動画、これからの動画楽しく見てほしいです。됐어?
じゃあこれチキンですね。美味しく食べる方法。これ韓国でこれあるんですよ。こういうなんか통닭구이집 가면은ハニーマスタードソースが出てくるんですけど、それを作り方。なんでこのマヨネーズ使ってるかというと、このマヨネーズ使ったのが一番美味しい。僕は全部試してみたんですよ。まあ僕の口に合わせたものかもしれないけど、やっぱり美味しい。これちゃんとグラム測らなくて作るんですけど、マヨネーズが3、蜂蜜が1、これが1。例えばこれ 300g 入れるとしたら 100g100g で混ぜれば OK。 やっぱグラムで測っちゃいます。それが一番分かりやすい。120にします。マヨネーズ、蜂蜜 40g、 あとマスタード 40g。 これ音がちょっと일부러는 아니다 이거 지금. これで混ぜれば、例えば家にこれなくてキューピーマヨネーズあればそれでいいんですよ。わざわざこれ買う必要ない。でもこれの方が僕的には美味しいよってことで、僕は今日これ買ってきたんですけど、これで完成ですね。よく混ぜれば、そう簡単。混ぜれば OK。 チキンの料理だから手袋を使って、ここ取り見るとここ関節があるから、ここに関節こうやって取れば簡単に取れるから。取れましたね。ここもももなんですけど、ここが鶏のもも、やっぱり脂身が一番ついてて一番美味しい。関節があるから、ここ関節をこうやってすればすぐ取れるから。おすすめの食べ方、やっぱりこちらの部位は何もつけなくて食べても美味しい。胸肉、油が少ないから少し硬い。これをこうつけて、겁나 맛있어. 일단 이거 먹어봐봐. 먹으면 얘기해봐. 맛있지? 그 한국에 치킨 시키면 주는 그 소스랑 똑같으면 똑같을 순 없지. 걔네들 비법이 있을 텐데,僕全部試してみたんですよ。いろんなマヨネーズ買って、いろいろな比率で。でもこっちの方が僕的には一番美味しい。あとトルティーヤ説明しますね。きれいに骨だけ残ってあります。骨はもうさよなら。これはもう細かくこのぐらいでちぎってもらって、トルティーヤ今日2枚巻くんで、それから10秒ぐらい電子レンジにチンしますね。チンできたんで広げて、ここにスライスチーズ2枚、サニーレタスですよね。少しここに照った方がいい。あとエゴマ。なんで韓国風だから、今日はチキンをのせる。細かく切ったキムチですよ。これは真ん中にこれで巻く。トルティーヤこうやって、これで1枚 OK。こうやって置いとく。オーブンもあったんで、あるんで、チキンケサディアス、チーズ、これは家に普通に置いてありますよね。チーズだけ入っても美味しいんで、ここにチキン、さっきちぎった胸肉、あと蓋、これをオーブンに入れる。そしたらチーズが溶けて自分たちでくっつくから、それで切って蜂蜜つけて食べれば、子供たちが大好きな蜂蜜チキンケサディアス。250度にまず2分30秒入れておきます。その間これを切っちゃう。真ん中を切りますね。あとここで包丁を拭いた方がいいですね。
キムチがつくから。でこうやって自分たちで立ってるようにこうやって完成。ケサディアスも完成。これ中見るともうチーズ溶けてる。これをカッティング。盛り付けこのままですね。これで完成で、蜂蜜つけて食べれば子供たち大好きですよ。これはキムチが入ってるトルティーヤ、何のソースもいらない。これはこのまま食べる。めちゃくちゃ合う。めちゃくちゃ美味しい。これ僕はチェダースライスチーズ入れたんだけど、クリームチーズ、あとアボカド入れてもいい。これもチーズの味で食べるからこのままでいいんだけど、やっぱり蜂蜜少しつけて食べた方が美味しい。こうやって僕のおすすめの作り方なんで、機会あったら一回作ってみてください。やっぱ僕はこっちが子供かな。やっぱ蜂蜜これが一番美味しいんですけど。